皆さんこんばんは。ようこそミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズへ。深夜にぴったりなスリルと好奇心を満たすほんのひととき。ホストは僕、加田聡と桐山和久と住深夜です。この番組は YouTube で配信中のバンピリックオーディオミステリー X&B がお届けするオカルトミステリーポッドキャストでございます。はい、お願いします。ますさあ皆さん、はい今回で10回目でございます。来ました10回、結構長いね。 10回目ですよ。10回目ですね。気づけばね、もう10回を重ねてきましたけども、 3回しか撮ってない気やめなさいやめなさい。メタですね。3日間ぐらいしか撮ってない。そんなことないですよ。あそんなことないそんなことないです。そうですか。今日で何回撮るかなっていう話はありますけどね。まずこれ含めてあと7回ぐらい。そうですね。一回桐山君ちょっと喋ってみてもらっていいですか。はい、3回目の変わらんしね。やめとけ。 1週間経ちましたけれども、やめろやめろ。長引いてますね。長引いてますね。ちょっと1週間じゃ治らなかったですそりゃね。そうですよ。ハッシュタグ桐山大丈夫かがね、はい続くとは思いますいやけども。2ヶ月間ずっとあんのそれ。わかります。後半に行くにつれてどんどん声が出るようになってるかもしれません。いやいいですね。はいいいですね。治ることを楽しみにしつつ頑張っていきましょうか。そうですね。はい、では始めていきましょう。ミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズ、最後までごゆっくり。さて、この番組は世界のオカルトをテーマに語るブラッドエディションとオーディオドラマ X&B をお届けするストーリーズエディションを交互に配信していっております。はい、そして今日はブラッドエディションの回でございます。ブラッドです。ブラッドですけども、何テーマにして話すんですか。何をテーマにしましょうか。ねまあそろそろ自分のパーソナルな部分とか喋んの。パーソナルな部分喋るんですか。むしろ今更ぐらいな。パーソナルななんか10回目や10あ回目ですか。あそう何やろうな。まあちょっと僕らに身近なところのじゃあテーマにしてああ何ですか。はい。身近。身近なテーマって何。まあ俺たちがうん共通してはい身近にあるものといえばはい。何かなっていうところを考えたときに、うんまあ一つの作品が思い浮かばみませんか。まあそうですね。そうですか。そんなことないですか。あれもう結構長いことやってるはずなんだけど。なんか共通のことって何かありますか。教えてください。悪魔。悪魔。なんか何？頭痛いの？急に。いやなんか急に頭痛が。頭痛してるかな。どうしたの？頭痛で頭が痛い状態。悪魔ね。まあそういう感情テーマっていうのもいいんじゃないですか。なるほど。なるほど。はい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 。いいですか。じゃあそれで。はい、そうしましょう。いいんじゃないですか。よしはい。じゃあ今夜のテーマは悪魔。ここからオカルトとミステリーをスパイスに夜のスナックタイムを一緒に味わっていきましょう。さあ、今夜のテーマは悪魔っていうことですけども、そもそもですよ、悪魔って聞いて何をどんなもんやって思い浮かべます？悪魔、魔物ってことなんですかね。やっぱ悪魔って、まあ悪い、まあ漢字で日本で漢字で書けば悪い、悪い魔物なんですけど、まあやっぱりでもなんか勝手な想像やけど、なんか黒っぽくて、まあそうね。なんか怖い感じの角あってみたいな。黒いコウモリの羽生えてる。そうそれはあるね。あれどっからなんやろうな。確かにイメージ。どういう風にそれが作り上げられていったとか、だってみんなの共通認識であるやん。それこそさ、ヴァンパイアが羽生えたらコウモリの羽でさ、悪魔もコウモリの羽か、もしくは黒い翼か、どっちなんやろうね。なんなんやろうな、あれはどういうところから来たかっていうのはあるんですけど、天使の逆みたいな感じありません？ああ確かに。なんか天使って白いふわっとした翼みたいなで、本当その真逆の黒みたいな。まあまさしくだって堕天使がいるわけやから。ああそうやな。よく堕天使が悪魔になったみたいなことはよく聞くけどね。でも能力的な悪魔が持ってる能力ってどんなもんやと思います？じゃあ悪魔の能力。悪魔の能力。なんか特殊な能力を持ってそうじゃない？まあでも何でも願い叶えてくれるんじゃないの？あ、その代わりに代償に何かをもらう的ないうことなのかな。私の人生お金持ちにしてくださいって言ったら、よし金をペッてやって、その代わり命をいただく。悪魔の契約ってやつですね。そうめっちゃ短くなってたとかね、寿命がね。そうそのお金使い切る前に結局みたいな。確かにそんなイメージはありますよね。強いんかな悪魔って。
強い。そりゃ強いでしょそうですよ。戦闘能力的な意味では戦闘能力、そりゃ強いでしょ。やっぱ強いか人な。間より強くないと。確かにな。それはそれはダメだよ。人間より弱い悪魔ってなると急にギャグテイストの作品っぽくなるよそうやね。確かに確かに。なんかちょっと落ちこぼれ悪魔うんがなんかいたずらするけど結局やられちゃうみたいな感じのテイストになりますけど、なんかでもそういう悪魔像って何で得たみんなは。なんやろ。確かに悪魔像ってなんですかね。いや結構悪魔って多いよね。確かにうん悪魔って言われるけど結局それがなんやろ、俺やっぱアックマンかな。悪魔。ドラゴンボールの話ばかりする。もう何回ドラゴンボール出すんですかこれ。いやこのほんまに番組。確かにな、俺の人生の中でよっぽどそれが身についてるかもしれないんですけど、なんかさこう日本やったらやっぱ鬼になるわけよ。はいはいなるほどね。だからこの悪魔像を得るためにはやっぱ西洋の文化に触れないと、なかなか出てこんというか。悪魔とは違うけど、タイトルの中で悪魔が入ってる悪魔城ドラキュラとかあるじゃないですか。まあそういうイメージになるのかな。なるほどね。スミさんはなんか思い当たるもある？いやでも俺も映画よね。ああやっぱ映画だ。映画、だからハリウッドの映画とかで悪魔はいっぱい出てくるから。そうなの？それそうでしょうよ。そらそうなの？それさ俺も子供の時から見てるよ。悪魔を？悪魔の映画。悪魔映画多いよ。悪魔映画っていうジャンルあるんですよ。僕知らなかった。オーメンもそうやろ。でミレニアムでしょ。でディアボロ、でもディアボロなんか悪魔って意味やからな。そのままいろいろあるでほんまに。悪魔がまあメインとなってくる作品。そうまあなんか悪魔が降臨して人間と取引するみたいな話はやっぱ多いからね。じゃあ小さい頃からやっぱそういうものには触れてきてた。なんか小さい頃からって言われたらなんかおかしな話になってくるけどなんかこいつやっぱりなんかちょっと違うぞみたいな空気感出てくるから。いやいろんな映画に触れてたらね、どうしてもそうなってくるんですけどね。桐山君はどうですか？僕やっぱ特撮が好きなんで、やっぱそういうフィクションの世界だと結局敵側も魔物だったりとか、そういうオカルトじみたものになってくる作品がね多かったりするんで、そういうものの中のやっぱり結構トップのボスだったりとかが悪魔とかそういうざっくりした概念のなんか強いやつみたいなのは結構多かったりはするんで、なんか魔物イコールなんか動物的なやつっぽい、まあイメージあるね。でそれを刺激してる悪魔みたいな。確かに裏に存在してる上位互換的な存在。じゃなんか人間の言葉を理解してるとか、そうそんなんがもう悪魔みたいな感じかな。確かにそうですね。じゃあ今度は悪魔とさっきも話してたけど契約して何かを引き換えにですけど、何かを引き換えにでもいいから契約してみたい。何か願いを叶えてもらえるとしたらどんな願い叶えてもらえますか？結構難しいけどね。引き換えにするものにもよるけど。そうですよね。代償との引き換えも考えなあかん。何と？いやじゃあさすがに死やったらさもう無理やわってなるけど、寿命10年。寿命10年。10年と引き換えにもうなんか叶えてやろうと言ってくれたら。いやそもそもの今寿命どれぐらいあるのかにもよりません？いやそれは分からんやん。分からないけどやん。40で死ぬ可能性があるとしたらあと5年みたいな感じになるじゃないですか。そこがギャンブルじゃないですか。だって分からんねんからええやんか。そっか、そこは考えなくていいのか。そうだって言うなりゃさ、もう残り10年のところでなんか引き換えたらさ、もうなんか幸せなまんまいけるかもしれへん。それはそうやな。変わった瞬間に。そうって考えたら、そうやな、固定資産税のかからない豪邸かな。うわ、こいつめちゃくちゃリアル。なんやこいつ。それがあればいいかな。固定資産税のかからない豪邸。はい、もうとりあえず住むとこあれやいいかな。なるほどね。家ですか。はい。桐山君どうですか。いやでも結構この悪魔の契約とかって話になってくると、よくなんか有名なミュージシャンとかが早死にしてしまうのはそういう悪魔の契約をしたからだみたいな。ルート666ね。そう、寿命と引き換えに売れることを選んで、で売れて絶頂のところで亡くなってしまうみたいな都市伝説があるんで、ちょっと憧れというかそこのロマンみたいなのは感じますよね。なんかそこで一発逆転じゃないけど寿命と引き換えにもう大当たり大スターになってみてその生活を味わった上で気持ちよく
いけたらなみたいな。なんでそんなさ、寿命短い設定でそんな話なんかねそのいやでもみんな老後が見えてこないんですよ。みんなでもそうやもんな。そうなんですよ。結局やっぱ早死にしてるってことはあって相当長い寿命を持ってかれちゃってるのかなとか。なるほどなるほど。一瞬の輝きのために。やだ。人間としての教授やん。いやまあそうか。一発でっかい花火。伝説にはなる。伝伝説にはなる。ああなるほどね。花さんはどうなんですか。俺は10分間時間を戻す能力が欲しい。いつでも。いつでも。ああ。それさえあれば、どんな競馬のレースで大負けしたとしても10分前に戻したら勝ちが分かるわけやから。いやもうわ。何の苦労もないぞ。何の苦労もない。タイムパラドックスを起こそうとしてる。何の苦労もない。だってこれが大穴来たってなったら10分前に戻してその大穴に全財産突っ込んだらバッコーン戻ってくるわけやん。でもこれ実際おってこういう人昔その大穴のやつに50万円分3連単バンかけて大当たりしてでなんやそれはってなった時に全く同じ容姿の人が何年か後に来てその勝ち分を全部入れてまた大穴当ててもうその大金持ちになって結局それ同じ人っぽいって分かるけど一回も名前が出てこない。なるほどね。そういう人がいたっていう事実だけがあって。なるほどね。だからそれ能力者かもしれない。そういうなんかちょっと加田君の願いだけなんかちょっとなんか生々しい感じがする。そうなんですよね。なんか欲がすごい出てる。ちょっと待ってよ。欲がすごい。固定資産税っていうものを税金出してるのが生々しいよ。でもさ、僕はお家が欲しいって言ってるだけで。いや言い方の問題じゃない。でも言うなら一発花咲かせたい。伝説になってやらっていう。俺は例えが確かに良くなかったかもしれないけど。なんかさギャンブルで。例えが良くなかったよ。僕ね10分戻してこいつにかけていくんですみたいな怖い話をしてました。いやもしかしたら事故に遭いそうってなった時にわ危ないってなった時に10分戻したらその事故を回避できるかもしれない。自分の生存ね。事故に遭わんように気をつけて生きろ。分からんやで。突然のことやろ事故なんて方は気をつけたって。時間を戻す能力が欲しいって言って。なるほどね。例え話がね例え話ですよね。はい。でもじゃあ例えばエクス夜ブロドやったら何を願うと思う？何願うやろうね。じゃあエクスやったら多分自分のそれを代償にそいつのその悪魔の生態についてもっと詳しく教えると。なるほど。知識欲としてそれについてもう知るためにやっとか使いそうな気がするんですよ。ビョルンってどう思います？ビョルンってどうなんですかね。勝手な僕ら想像ですけどね。でもやっぱりいろんな過去のね経験があって今自分が吸血鬼としての生活を一旦捨ててるわけじゃないですか。もしかしたら人間になりたいとかそういうことを考えたりするのかなとか。なるほどね。早く人間になりたい。早く妖怪じゃない。妖怪じゃない。そうね。なるほどね。ブロードやったと思います。いやブロードはもう悪魔と捕まえてそれはもう力奪うでしょ。刺激するから。なるほどね。ブロードすぎるわ。確かに叶えないですよそんな。いやもう代償とかはお前こそ。そう。確かにそうかもしれない。俺の下につけっつって。いやもしか捕まえなジーニーみたいになるかもしれない。なるほどなるほどね。そう。まあそれぞれねやっぱ3人3様でありましたけどまあこれご覧になってる皆さんはそうですねどんな願いがあるでしょうね。まあむしろもう怖いからそんな願いたくないっていう人もいるかもしれないですけど皆さんの考えもぜひね教えていただきたいと思います。はい、今夜のミッドナイトスナックそろそろお開きのお時間でございます。いやもうすごかったねなんかギャンブルの話が。そんなに長いこと話してない。なんかもうギャンブルのリスクをゼロにしたいっていう話を熱狂的に喋られましたから。もうバタフライエフェクト起こってしまえと思って。考えたら競馬だけじゃないよ。いや競艇やろ。競輪やろ。全てを勝てるぞ。やばいぞこれ。全てを勝てるぞ。やば。とんでもない話してますよこれ。いや恐ろしい話ですね。そういうビジネスができそうな気はしますけども何の話してる？強欲ですね。危ない怖いですね。はい。最後にね番組からのお知らせでございます。はい。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集中です。感想はもちろんあなたの知っているオカルトストーリー、都市伝説、オリジナルの怖い話などぜひ僕たちに教えてください。投稿はハッシュタグ X&B をつけて X、インスタグラム、YouTube のコミュニティでシェアしてください。この番組を気に入ってくれたら高評価&フォローもよろしくお願いします。それではまた次回のスナックタイムでお会いしましょう。
皆さん良い夜を。おやすみなさい。